それではキーパーソン特別企画として廿日市市のキーパーソンである、徳さんにですね、今日は来てもらっております。自己紹介をお願いいたします。はい、徳正光一でございます。皆さんには徳さんと、呼んでいただいてますが、車椅子徳さんとしてですね、廿日市で福祉の活動であったり、エージャンさんと一緒にですね、いろんな活動をしたりとか、いうことをさせてもらってますので、ぜひ皆さん今後もどうぞよろしくお願いいたします。はい、早速、ゲストのね、羽熊さんと栗林さんのお話を聞いていきたいと思うんですが、廿日市にね、廿日市市、交流協会というのがあって、そこに A ジャンっていうのがあるんですよね。団体としてはっていう、あれでよろしいですかね。廿日市市民センターの中にエイジアンと廿日市国際交流協会いうことですよね。エイジアンさんの方はですね、駅前の方にも、はい、事務所があって。そうですね。はい。そのあたりをですね、じゃあ、廿日市の市民の方、あるいはこれを聞いていらっしゃるね、リスナーの方々はですね、じゃあ国際交流協会って何？あるいは A ジャンって何？っていうことをね、知りたいと思うんですよ。そのあたりをね、栗林さんと羽熊さんに今日ね、ちょっと簡単に説明をしていただきたいと思うんですが、ぜひお願いいたします。まずですね、廿日市国際交流協会なんですけれど、もうすでにですね、30周年、この前ありまして、廿日市市、市民活動センターの中にあるんですけれど、さまざまなですね、姉妹都市交流やですね、外国人との交流、またあと外国人の相談などにも載っております。はい、ブロッサムっていうですね、広報誌がありまして、さまざまな市民センターですね、こちら、FM 廿日市の、情報コーナーにもありますので、ぜひですね、撮ってみてください。はい。なるほど。A ジャンの方もね、ちょっと、これは A ジャンというのは、全く民間の市民のグループなんですね。で、広島 JR の廿日市の駅前にですね、21年前に初めてやりだしてですね、今も駅の南口なんですけどね、隣の隣、3階建ての建物で、そこのやってます。A ジャン、なんでも A ジャンっていうね、広島弁もあるんですけども、アジアの架け橋、ASIAN、アジアの架け橋にもなりたいという思いがあるんですね。それは私どもがやっぱり外国語を勉強しようという、市民の会から始まってですね、でやっぱり外国人の方の孤独というのをね、なんかそれなりに分かってきまして、窓口寄り添ったりいろいろするうちにですね、やりだしてしまって、ここまで来てしまったんですね。先般 NHK もね、広島テレビも取り上げていただいて、脚光を浴びてありがたいんですけどね、やってることは単純なことなんです。近所におられる外国人を知らないふりをしない、近所としてのね、近所付き合いとしての最低限の、お付き合いはさせていただこうということですね。やっぱり日本語、漢字、これを読めない人がいっぱいいるし、文化が分かんないとかね、制度もゼロからということでね、正直言いまして、我々もう20カ国ぐらいの外国人とね、向き合ってきたんですけども、やっぱり郵送される封筒なんかをね、ゴムバンドで留めてね、これ半年たまったんだけど、何書いてあるのと言ってね、持ってくる人もおるんですから、そういうぐらいでね、やっぱり相談、それからそして寄り添い、窓口の案内というのが一つと、それから子供を連れてこられるからね、子供の就学、小学校、中学校という義務教育は外国人には義務じゃないんですが、文部科学省から言えばですね、ぜひ日本人と同じように就学させてくださいという、そういう姿勢ですので、自治体の判断ですけども、おおむね皆さん話があれば就学させているんです。しかしそれを知らない外国人がたくさんおって、今日本全国で約2万人が不就学、小中学校にも行ってない、そういう子どもたちがいるというこの現実ですね。それを知ってほしいですね。それから就職もね、なかなかもうそう簡単にはいかないですよ。ウクライナの人もね、ハローワーク通ってね、12回面談に行ったんですが、日本語がこれではということでね、高学歴の人でしたが、就職できませんでした。そのようなことでね、ハードル高いんですよ。で、最後には、今、言われたようにですね、避難とかね、そのトラブルの時の対応がこれまた分かんないですね。
はい。阪神・淡路の時も我々行っていいのかなという疑問があったぐらいですから、避難所へ行くことがまずハードルなんですよ。そういうこともね、教えて避難所体験会をやったり、交通事故の体験会をやったりします。以上相談支援、それから就学、就労、それから避難所とかトラブルの体験会とか居場所、この3つをね、主な事業として続けてきました。秋間先生。なるほど。いや、もうこれまさに福祉活動ですよね。ね。福祉っていうのは、リスナーの方もね、言葉では知ってるけど、じゃあ中身は何なのって言った時に、やっぱりこれって皆さんが幸せに暮らすためのものなんですね。だからその幸せに暮らすためにっていうのは、これは日本人だけではなく、日本に来ている、就労で来られてる、ね、外国の方とか、たくさんいらっしゃるわけで、で今後ね、例えばその介護の世界でも、外国の方増えてくると思うんです。で、現実に今もその介護の世界で活躍をしている外国の方って非常にたくさんいて、非常に評判がいいんですね。なので、やっぱりそういったことを今からどんどん増えていく。で、さっき防災の話出ました。で、私ちょっと先ほど雑談で、ね、この間防災士の資格取ったんですよ。おめでとうございます。素晴らしい、おめでとうございます。ちょっと自慢しちゃったって言うて、ね、その防災士というのはもう地域で、その地域の防災を考える、ね、皆さんと一緒に考えるよっていうのが基本なんですけど、そこにもやっぱりその研修の時に、外国人に対するその防災をどうするのかっていうのがやっぱり出てました。やっぱりその地域でその外国人に優しい防災のあり方であったりいうのを勉強したりとか、あるいはその外国の方も住んでいらっしゃいますから、防災の時に力になっていただく、その避難の時とかですね、避難所を作る時とかにも一緒に、作っていく、地域でねっていうことを考えたらどうかっていうね、話も出てましたよ。実際石川県、私もボランティアで行ったんですけど、能登半島でですね、もう高齢化した集落で若者は外国人しかいなかったって、で外国人の人が活躍してボランティアをしたりとかですね、あとは総社市、お隣の岡山県とかではですね、外国人だけのその防災リーダーチームを作ったりとかですね、動きが各県で。だから本当に外国人の若い力をですね、地域の防災やですね、地域の経済活性化に生かそうというですね。大学のね、留学生もね、外国人いっぱいおるでしょ。それが防災の時にね、何していいかわからん。それでね、滋賀県のね、立命のね、学校があるんですけど、大学の、そこに防災のための消防団を学校の中にで留学生を入れて、やりましたよ。一番古くやったかな。面白いのが、それで思い出したんですけど、外国の若い人たちは、日本人の若者より地域と関わりたいとか、地域の役に立ちたいっていうね、特にアジアの学生とかはですね、そういう意識が高いっていう、いや、そう仕出しもやってね、そうあると、すごくこの地域というのが、今、廿日市なんかでも高齢化が進んでいて、例えばその自治会とか町内会もですね、もう本当に私自身もそういうことしてますけど、もう高齢化ですよ。私自身も車椅子ですし、じゃあ実際防災の時どうしますかっていうのがね、本当に若い力っていうのが本当に必要なんですよね。そこにね、一言言いたいのがね、広島県の中、特に廿日市、何がというとね、統計上、長期療養型の病床、一旦手術してね、骨折した、治した、家に帰れない、長期療養、ずっとね、治療を受けながらも介護も受ける。それがね、全国平均の 2.8 倍が廿日市です。それだけ病床が整って素晴らしいなという反面、自宅で生活できないという裏面のね、だからね、合併で108あった広島県ね、20何本になるぐらいになったけども、さあ、それがね、全部良かったのかどうか、内陸部のね、事務所というかね、店から何から、で業者に来る車も来なくなった。もう年寄りはもうその長期療養型で行くしか
ないというのも言えるわけですよ。そうするとそこにはね、高齢者も障害者も外国人で日本人の配偶者で来た人たち、日本語ね、なかなかうまくならない彼女がね、行くところそういうことになるかもね。いや、本当その通りだと思いますね。今からその2040年に向けてですね、これもう高齢化というのはものすごくこう進むわけですよ。で、その時にじゃあ実際に働いてる人ってもうごくわずかになっていくわけですね。で、厚生労働省は病院じゃなくてもう家に帰れって言うんですよ。自宅ででも言ってもじゃあ帰ったらじゃあ誰が介護するんですかっていう問題もはらんでますから、やっぱりそういったことも含めてですね、今からそういう外国人の方の介護の手を借りたりとかいうこと、あるいは地域の外国人の方の力を借りたりとかっていうのは、私これ必然的にね、これ必要になってくると思うんですよね。ですね。はい。で、私たちはずっと国際協力も私でした。海外でもJICA 海外協力隊とか世界80カ国回ってきた人ですから。80カ国ですか。いろんな国々を回ってですね、向こうの人にも助けられましたし、あとはやっぱりそういう国際交流っていうのが楽しいんですね。すごく料理とか文化とか様々なで自分を豊かにしてくれますし、そういうのを肌で感じてるので、多文化いろんな人たちが入ってくることは地域とか日本の活性化につながるっていうね、やっぱり怖いとかでそういう反面もあるんですけれど、もっとそういうプラスに捉えていくっていうですね。はい。そうですね。今 SNS の世界であったりとか、メディアの世界でね、その外国人は怖いよとかね、犯罪が多いんだとかっていう話はいろいろ出てるんですが、そうじゃなくてですね、多文化共生というものは、私小学校中学校とかで講演をすることが多いですけど、本当に今外国の子どもさん多いんです。ですね。で、たくさんいらっしゃいましてね、これがね、皆さんね、流暢な日本語でね、私に質問してくるの。徳正先生、人生とは何ですかいや、難しい質問するなとか言って言いながらですね、私答えるんですけど、でもやっぱりそれぐらいもう子供たちは、もう共生社会っていうものの中で生活してて、それが普通になってるんですよね。意外に私たち大人がそこにまだ入れてない。だからもっとやっぱりそこに私たちが入ってそういう背中を見せていかないといけないんじゃないのかなって考えてますけどね。だから本当ですね、今インターナショナルスクールとかね、海外留学っていうもうね、お子さんのためにブームといいますかすごく人気ですけれど、日本にいながらクラスにいながら国際交流できると考えればですね、すごくねいろんな意見でね、いろんな言葉をね、苦労してちょっと話したりとか試したりとかですね、すごくいいかなと。特に私この前群馬県大泉町にちょっと研修で行ってきたんですけども、2割が外国人ルーツの人たちですので、もうポルトガル語とか町長さんとね飲みながら話したんですけど、やっぱりすごく逆に私はいい環境だなって、スペイン語とかポルトガル語が話せたりとか、外国の料理が街角で食べれたりするっていうね、思いました。なるほど。いや、私もね、こう言えばあれですが、エイジャンさんとはお付き合いが結構古くて、いろいろイベントとかにも参加させてもらったりとか、してるんですけど、私もその外国の方と一緒にいるのが基本的に普通になっているので、街で会っても、徳さんって走ってこられますよ。だからやっぱりそれが、やっぱりすごく、この普通感がいいなっていうふうに思っていて、だから日本人が外国に行った時にいろいろ助けてもらったりとかするってすっごく緊張するけれども、でも意外にやっぱり人間は人間なので、人間同士ですからやっぱりコミュニケーションは笑顔と言葉だよね、ですよね、挨拶だよねっていうふうには思うんですよね。そうですね。私も80カ国いろいろ国行くと先住民族の村とか行っても全く英語もスペイン語も何語も通じないっていう時にはもうジェスチャーでとにかく助けてくださいとか、トイレどこですかとか、お水もらえますかっていう。でそこに行った時には私は外国人なんですね。だから外国人の気持ちになるのは外国人になるのが一番で、海外に暮らせば
いや、そうですよね。うんだって私たちがハワイに行けば外国ですからね。うんやっぱりそこに入っていけば、いろんなものを学ぶという、ですね。はい逆に言えば今のその外国の方々が日本の素晴らしい文化を学んで、ね、その文化の中からいろんな、ルールであったりとか決まりであったりとかっていうものを学んでほしいなって思うんですけど、そのあたりは栗林さんどう思われますか？だからね、本当にね、最初の入り口なんですね。うん国はいろんな制度を作って法律ができてですね、そしてホームページには、本当にわかりやすい日本語とかね、多言語とか漫画とか、至れり尽くせり今努力されとるんですよ。うんしかし、外国人に伝わってない。外国人はそのホームページを見ない。新聞読めない。そういう中でですね、もう一番基本のところ、私はやっぱ口で顔出して映像で動画で、やっぱり YouTube とかね、それは本当に必要だと思いますよ。だから私たちも今チャレンジして、はいええじゃん SNS、はいこれはもう萩さんがもうリーダーでやっていただ今いてるんです。実際この放送もですね、ええ録画撮ってるそうので、ですよね後でですね、アーカイブに上げて、そうそう YouTube に上げて、もうね多言語ですね、ええ英語含めた、40言語ぐらいでええ見えるようそうそうにしてですね、口で言えば分かるいうことがね、結構多いんですよね。だと思いますよ。私も例えばアメリカの方と話すのに、私全く英語は話すことできないんですけど、なんとなく1時間ぐらい世間話してるんですよ。はいなので、でもここでね、一番必要なのは、ちゃんと目を見て、うん笑顔で大きな声ではっきりと、そうそう単語でもいいから並べてるんですね。うんそうすると、意外に言葉通じちゃってるんですよね。で、コミュニケーションができてる。やっぱりそういったことが、日本人って意外にシャイなので、ついついこう外国の方を前にすると下を向いてちっちゃな声になってしまうんだけど、ね、大きな声で、例えばアメリカ系の人であれば、はい、元気でファンだからもうファインみたいな感じで言えば、向こうもおーおーとか言って返してくれるんですよね。やっぱりそういうことなのかなっていうふうに思います。どうでしょう。もうただ一つね、言えることは、やっぱり何かこう、物を買った、契約したとかですね、就職したとか、ね何かこう、任されるときにね、そこが、ちょっとこう、簡単な、近所付き合いのご挨拶のというレベルを超える時がですね、問題なので、そういったところのフォローがね、どうしてもいりますし、トラブった、我々はもうトラブったところだけをターゲットにしてね、その相談を受け、寄り添ってるんですけど、だからね、それで見るとね、最悪の事態を考えながらやっておりますよ。最悪の事態というのは本当にね、鬼のようになってしまうんです。お互いがね、誤解が誤解を生んでですね。交通事故なんかが起こった時とか。もうその現場へ行ってきましたのでね、当然ながらね、敵対してるわけで、利害関係、反するんですから、そういう中になった時にね、なんとか一線を守りたいじゃないですか。アンフェアなことだけは許してはいけない。日本人だろうが外国人だろうがね、両方に公平にですね、日本の法制度はあるんですからね、そこをね、きちっとやるためにはね、それだけの覚悟でこちらもいかなきゃいけないですね。そういうね、気持ちでね、日本の法制度があるよ、その日本の法制度の中で公平性を保つということが、やっぱり重要なんですよね。それをね、意外にですね、問題なのはですね、最初の取っかかりで外国人が不利な立場に置かれることが多いんです。今、日本にはね、外国人の定住、3ヶ月以上のね、在留資格ある人でも400万人いるんですよね。400万人の中に民生委員、児童員はゼロです。なんでか。地方自治体の議員のね、選挙権ないから。選挙権のある人から選ぶことになっている。ということはね、外国人は日本でトラブった子供のことで心配だ、いろんな時に、母語で相談する相手はいないという感じですよね。聞かされた人がね、民生委員なんかになってもらえれば、またいいでしょうけどね。それがあります。あと、裁判所でね、例えば離婚する、いろいろ訴訟、家庭裁判所でやる調停員があって、裁判官に代わっていろいろ聞いてくれますよね。その調停員もほぼ日本人ですよね。外国人はね、本当に珍しいです。で、なぜかって言ったらね、国益に反するからだそうです。夫婦のね、離婚のね、話で、それ、母語でね、対応しちゃいけないんですか。やっぱりね、全国にはいろいろなペルシャ語もスペイン語も皆、
誰かおられるんですから、出張してでもね、いざとなった時には、はい、最初の入り口ですよ。最初の入り口を公平にしてほしいです。まあ、もう少しこう門を広げないといけませんね。それでですね、今回ですね、私たち、ちょっと後で詳しくお伝えしようと思ったんですけど、外国人支援コーディネーターという資格を入国管理局、国が作りまして、私たちも合格し、去年、合格した。白馬さんがね、第一番に一期で、二期で。すごくいいのがですね、外国ルーツの方々もですね、いずれ国家資格になると言われてるんですけど、この資格を取れるということでですね、私の同期とかでも、ベトナム人や中国人のルーツの方がおられて、そういうようなですね、方々がこう相談業務について、市民の例えばさっきのようなちょっと難しい相談があったら、その人につなげるっていうですね、窓口を、今国はですね、一元相談窓口、外国人相談窓口というところで、いろんなところにですね、今、準備をしております。なるほど。じゃあ、ね、ちょっと後半はね、外国人支援コーディネーター、というね、お話をちょっと詳しく聞いていきたいなというふうに思っております。はい。徳さんのニュース一番です。ね。引き続きね、羽熊さんと栗林さんに残っていただいて、次の話を聞きたいなというふうに思っているんですけど、私ね、先ほど言いましたけど、福祉っていうものっていう考え方。これはね、障害者とか高齢者のためだけにあるものではなくて、子供さんもね、あるいは、子育て世代の方も、あるいはその外国の方も含めてですね、すべてがその制度の中で、今私たちは生きてるんですよね。なので、さっきですね、外国人支援コーディネーターというですね、資格の、お話、これはね、今から外国人の方が日本で暮らす上で、支援をする、ね、コーディネーターということでいいんでしょうかね。そのあたりをちょっとね、ちょっと教えていただきたいなと思います。はい、それでは、外国人支援コーディネーターというですね、入国管理局のホームページからですね、こちらの方を紹介させていただきます。外国人支援コーディネーターとは、生活上の困りごとを抱える外国人を適切な支援につなげることの人材です。外国人が必要とする情報を提供するとともに、専門的な知識や技術等を用いて生活上の困りごとを抱えた外国人を適切な支援につないで解決に導く役割を担うほか、外国人の受け入れ環境の整備へ貢献していただく役割を果たすことも期待されていますということでですね、現在ですね、来期の第1期、2期が募集がもうすぐされますね。はい。ということでですね、はい、詳しくは入国管理局のホームページを見てください。でちなみにこれですね、受けれる方は外国人相談窓口の経験のある方やですね、社会福祉士等のですね、専門職の方となっております。はい。今の本当にね、素晴らしい制度ができたということで、最近ちょっと補足しますと、はい、いろいろ羽熊さんのように国際交流協会とかですね、で羽熊さんは外国相談センター長、こういう人がいらっしゃって、本当に、ね、心強いんですが、全国いろいろあるところもないところもありますから、そういったところにね、こういうコーディネーターの人も認定された人がね、入ってくれるといいと思うんですけど、これは相談実績だけじゃなくてですね、福祉関係、あるいは精神面のね、公認心理師であるとか、精神保健福祉士であるとか、キャリアコンサルタントといったような人はですね、外国に相談の実績がなくてもですね、この国家資格、そういうものを持っておられればですね、この受講できるんですよ。で、オンラインで受講ができて、はい、そして、最後試験がありますけども、それを受かればですね、入管の認証を受けられるというようなことになってますのでね、私はもうこれがいいと思います。ただ外国に相談はいろいろ窓口でしてるよというそういう人たちだけではなくて、福祉やいろんな面のね、そういう目線、そういう経験、これを生かしてトータルにもう360度全方位で外国人のねトラブルに向き合えるようなそういうグループをね、先に広島廿日市でね立ち上げたらいいなと思ってますね。そういう意味ですから、ぜひぜひね、
参加できる人に声をかけていただきたいと思います。で実はその勉強会立ち上げたんですね、外国人支援コーディネーターの修了生、今、広島で6人いるんですけれども、はいその6人で集まってですね、で、廿日市を中心にですね、ちなみにここに2人いるんですけれども、あとユンさんもですね。研究をしたりとか、さまざまな勉強会、事例研究会をしたりとかですね、でそこでですね、やはり外国人相談の経験のある社会福祉士とかですね、行政書士さんとかですね、事業の方々、専門家を呼んで、勉強会を開きたいと思っております。で徳さんもぜひぜひ入っていただきたいですよ。でちなみに私、例えばですね、これリスナーの方も多分参考になると思うんですけど、じゃあ例えば徳さんがこの資格を取ろうと思った時には、徳さんはこれはいけるんですか？まず基本的には国家資格がですね、あると一番いいんですよ。国家資格があればね、外国人相談の実績がなくても、その資格だけで受講できるんですよ。なるほどね。そのことをね知ってほしいんですよ。まず一つね。国家資格としては何が必要になりますか？今ですね、社会福祉士、それから公認心理士、それから精神保健福祉士、それからキャリアコンサルタントですね。こういった人たちですね。なるほどですね。あとは他にもですね、さまざまな多文化共生、マネージャーとかですね、多文化共生に関わるですね、オンライン講義とか、東京外語大とかもやってますので、やはり学びたい、一般の方でそういうのを知りたいっていう方はですね、そういうようなさまざまなですね、講義っていうのも今聞くことができます。だから入管のこの制度でね、資格を取れるそういう資格者、候補者だけじゃなくて、その周辺の方もですね、一緒に入ってもらったらですね、我々のグループにね、オブザーバーでも参加していただけるようなね、ことになるとありがたいと思ってます。資格を取るだけが全てではなくて、その活動自体に協力をしたりとか、参画をしたりとかっていうことは、これはいいことだと思いますね。全国初の試みと思いますよ。それができたら。ぜひやりましょう。ただ、私の懸念するのは、逆にこれで国家資格ってなるんですけれど、そういう外国人をサポートできる人は、そういう資格とか語学を持った人じゃない、私たちみたいな人以外はできないと感じてもらうのがね、これがね、ではなくて、エイジアの栗林さんの言うお隣さん、なんかお隣さんがちょっとゴミ出しのやり方を声かけてくれるとか、職場の人がちょっと困ってる外国人の同僚がいたら、ちょっとヘルプするっていう、お互いのことがちょっと助け合う、声を掛け合うだけでですね、8割、9割の外国人のお困りごとはですね、解決するっていうアンケートが出てますね。本当に専門家に相談するとか、行政の窓口に行かなきゃいけないのは1割とかそういうものなんで、そういう時には専門家に任せていただいたらいいですけど、まずはお隣さんで助け合うっていうですね。なるほどね。私先ほど申しましたけども、本当英語が喋れなきゃダメだよとか、そういうふうなハードルではなくて、とにかくこういうところに身を置いてみて、みんなで一緒にやってみるということですよね。そこからやっぱり始まる。ということですかね。入国管理局もさまざまな多文化共生、住民のための多文化共生のパンフレットたくさんありまして、ここでですね、優しい日本語の使い方とか、翻訳アプリの使い方とか、外国人の災害が起きた時の外国人のサポートの仕方とか、さまざまなですね、アプリとかですね、方法を載せております。そうですよね。仕事のための日本語なんかね、無料で教えてるんですからね。あんなの知ってほしいですよ。私なんかね、さっき防災士合格したんですよって言ったら、今度防災士としてそこに参画するというね、資格を取るというよりも、防災士として、じゃあどういうふうな今から避難をしていくのかとかいうことを私も一緒に考えるっていうのは、これもありなんですかね。ありがたいね。最近は防災士の研修の中で外国人のとか、あと民生委員さんの研修の中で外国人のサポートをやったりとか、社会福祉もこの壁を取り払って外国人というよりも市民なので、市民が困っている、住民が困っているというのでサポートするということでですね、当たり前のようになってくれば、垣根っていうところが取り払われるかなとは。そうですね。実際廿日市だってたくさんいらっしゃいます。今廿日市どれぐらいいらっしゃるんですか？2000人のね、ぐらいの、それはあくまで住民票があるということで、ところが廿日市はですね、ご承知と思うんですけど、内陸部を中心に、あるいは沿岸部も
工場とかね、そういったところにガーンと外国人がいっぱい、それは中間人口、住民票はなくてもですね、福山からもバスで送り迎えしてますし、広島からも来てますし、そういう人いなければ工場成り立たないですよ。ポツンと一工場が営業している田舎でね、それは外国人がおるからですよね。そういうのが現実ですから。そうそうですね。あとは中間人口もそうですし、うん観光に来られてる、宮島に来られる外国人、こちらもね、滞在される方もいますし、怪我してですね、病院に行かれる方とかですね、はい、この前、そうよね。そう考えると、廿日市はまあ人口の割合的には全国平均の半分、住民票があるのはですね、ただ、滞在されるとかですね、訪れる方っていうのはすごい数ですので、現実には廿日市だけではなく、広島と考えたときに、広島市には世界文化遺産として、平和記念公園があり、で廿日市には世界文化遺産として、厳島があると、いう中でね、インバウンドでたくさんの外国の方がいらっしゃってて、やはりその病気になったりとか、お泊まりされてるところで事故に遭ったり、ね、あるいは救急車を呼ばなきゃいけない事態になったりっていうことはたくさんあるわけですよね。だから働いていらっしゃる方だけではなくて、やっぱりそういう観光で来られた方々にも含めて、やっぱり助け合える世の中でないといけないんだろうなっていうふうには思いますね。それではすごく宮島の消防さんとかはもう英語でパンフレット作ったりとか、英語喋れる方とかあれですね、タブレットを使ったりとかですね。忙しいんですよ、あそこ。本当にね。でしょうね。病院ないからね。沿岸部にね、ボートでね、運んだりしてますよ。診療所しかありませんしね、毎日空いてるわけじゃないとは思うんですが。私自身だってね、もうコロナの時なんか、外国人と一緒に何遍病院に行ったいうこともないですよ。救急車にね、一緒に乗って。なるほどね。ことですからね。やっぱりその病院であったり、事故の時の例えば交通事故の時の現場検証であったりとか、あるいはその後の保険でのやり取りであったりとかっていうことがやっぱりかなりの外国の方にとってはハードルになってくる。私もですね、英語が通じない国とかで事故とかやっぱり病気とかあった時に、もう英語が通じる病院に行った時にどれだけホッとしたことか、神様が来てくれたみたいな感じでですね。外国人で一番ね、女性が心配してるのは妊娠の時ですよ。どこの病院行ったらいいだろうか。私のことを言葉分かってくれる人一人でもいるだろうか、悩んでますよ。なるほど。初めてのね、経験だから。結構ね、福祉の世界なんかはね、高齢の方々が、ヘルパーさんがね、外国の方ですよって言ったときに、どういうんですかね、いや、言葉通じるんだろうか。逆にね、そういうふうに思ってらっしゃる方が多くて、でもね、意外に言葉がね、片言であっても、きちんと通じてると安心するみたいで、ね、やっぱりそこに介護の本質があるのではないかな。この前私の母がね、ちょっと入院した時にベトナムの子とかが見てくれてたんですけど、すごくもうやっぱりアジアの子たちはすごく仏教徒でやって多いですし、高齢者を敬うってすごく丁寧にやってくれて、高齢者のね、世話する。日本語もね、結構ゆっくりですけども堪能でですね、すごくよくしてもらったっていうね。逆に今の若い日本人が習ってほしいみたいな感じでもね、実際にその外国の方が例えばヘルパーさん、介護職の試験を受けるときはもう日本語で受けるんですよね。だからね、すごくハードルが高いんです。だから日本語ができないと試験に通らないんですよ。だからね、非常にここがね、今からもっともっと、もう手が足らなくなってくる。私たちね、訪問介護事業所スマイルチーズってやってますけど、まだうちは外国の方はいらっしゃいませんが、でもやっぱり将来的には外国の方も一緒に働いていくっていうことになっていくと思うんですよ。やっぱりそういう準備も私たちはしていかなければならないかな。例えばね、ミャンマーですね。ミャンマーは昔ビルマと言ってた。仏教国でしょ。だから敬老の精神もあるし、なおね、日本語と語順が同じようになってるらしいんですよ。
はい。だからね、日本語学ぶのが早いですよ。はそれびっくりでした。あ、でも、そういう人をね、海ね、外のね。外国の方って意外にこう、多言語なんですよね。日本人だけですよね。多言語じゃないの。ね。もう特にインドの方とかね、本当に生まれた時から数カ国、小学校卒業するまで3カ国語を当たり前に喋るとか、ええ。国の言語がもう2カ国、3カ国語っていう公用言語がっていうところの人たちはすごいですね。やっぱり早いですね。感覚がそういう。やっぱりその辺のこう大陸の方々の感覚っていうのは取り入れるべきところはね、僕たくさんあると思うんですよね。ああ、なるほどね。はい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 。で、何か、今から何かイベントとかは。そうですね、土曜日に、直近ですが、ハグマさんをリーダーにしてですね、やっぱりコーディネーターのこれについて、いかに A ジャンが取り組んでいくか、国際交流協会もご支援いただいておるんですけどね、はい。そういうのでね、もう全国に先駆けて、多角的に在住外国人と向き合うグループを作りたい。はい。そういうことをね、真っ先に28日にあるんですか？そうですよ。もう10時から12時。どなたでも興味があったら。ちょっとその辺ご案内してもらっていいですか？もう今言いましたようにね、もう駅前ですからね、A さんの事務所で事務所というか交流室というね、オープンにしている場所があるんです。そこでやりますんでね。でもうもう出入り自由というか、いつ帰られてもいつ来られてもいいです。なんだったらお昼一緒にね、して、あるいは自分の話を聞いてくれと言われたらね、それにセットしますよ。で要するに在住外国人と向き合うのにはどうすればよいかということなんで、何かね、お困りの方とかね、そして困っている外国人がおったらね、それで来てもらうとかしてもらえればありがたいですね。あれは確か廿日市駅の南口です。南口のお好み焼き屋さんのお隣ですよね。の白いビル。そうですね。サポート1番館って名前つけとるんですけどね。2番館、3番館作りたかったんですが。そこの3階であ3るん階でか？ですすね。階段がね、あって、エレベーターないのが残念。3階で、この土曜日の10時から12時の間は一応固定した時間にして3月の28日にそこにに行っていただければ、A ちゃんのね、活動のすべてをね、洗いざらいご説明して、そして動画で、そしてこの NHK のね、分も、広島テレビの分もね、こう見てもらおうかな。そして皆さんのね、いろんな体験をね、語ってもらえれば、専門家がおるんです。もうすでに我々コーディネーターだけじゃなしに、心理師も来てくれるしですね、今、いろんなところに声かけてますんで、福祉の人も来てくれるんじゃないですかね。いや、それはぜひですね、皆さん、このラジオを聞いていらっしゃる方の中で、そういうね、外国人との交流を勉強したいっていう人がいらっしゃれば、3月28日、土曜日ですね、10時からですかね。これからも機会作りますから。廿日市駅の、お好み焼き屋さんの隣にある白いビルですね。の3階まで上がってきていただければ、1階でプッシュホンを押してプッシュホンをしてもらったらですね、3階の方までご案内いたしますので、ぜひ参加をしてみてください。詳しいことをこれからね、ホームページ、オープンにしていきますので、A ジャン SNS でね、スマホでも何でも見てください。A ジャン、ひらがな A ジャン、でローマ字の SNS。それでね、もうなんとか PR していこうと思います。わかりました。はい、あっという間にエンディングの時間になってまいりましたが、今日はね、ゲストに、A ジャンの栗林さん、ね、それから国際交流協会のハグマさんにお越しいただいて、多文化共生の話とか、そういうね、外国の方々と、一緒に暮らす中で、今からね、考えていかなきゃならないこととか、いろいろお話を聞いたんですけども、最後に皆さんに何かメッセージをいただけませんでしょうか。私の方からはいはい、お願いします。私、一言言いたいのがですね、やっぱり広島っていうのはどういう県かということですが、全国一の移民排出県です。全国一の。これはですね、もう世界にハワイをはじめね、北米、南米、アジアに、そしてその28の広島県人会が世界にあるということですね。もうすでに国際、そしてしかもその新産をなめておられたと思います。で、一方、原爆、被爆をね、受けてですね、そういうふうなね、国内、国外で、国内の被爆者は
日本人だけじゃなかったですね。はい。在日の多くの人がね、そうですね。亡くなりましたし、それ以外もね、でそういう人たちのことをね、ずっと私は寄り添ってきたんですよ。被爆者とかね。それで中国からの、満州からの帰国者も、これまた広島結構多いんですよ。で、フィリピンにね、残留したのもね、これが広島県の県人が一番多いんです。はい。この人たちはまだ表に出てないです。フィリピンがね、第二次大戦の一番の戦死者のところですよね。私もそういうところをね、見てきました。だから私はね、その過去のことじゃなくって、現在につながるそういうふうな人たちにですね、どう向き合うのかということですよ。例えば残留孤児がね、日本に来たら中国語ですからね、私たちのスタッフの中国人が行って、その針も球もやって、生態もね、やりながら、彼らの言いたいことをね、しっかり聞いてるんですよ。もう80年経ってね、やっとね、いろんなことをみんな言い出しておられますね。そこから始めてるんです。そういうふうなね、背景の中で私は外国人と今向き合っております。で、今回、土曜日ね、やるということで、そういったね、ことに関心ある人、来ていただけると本当に嬉しいです。もう一度ですね、できれば電話いただければありがたいので、電話番号だけ申し上げたいと思います。私、栗林個人、24時間対応します。090-6436-0200。もう一度申し上げます。090-6436-0200。以上です。どうぞよろしくお願いいたします。はい。栗林さん、ありがとうございます。白馬さん、なんか、ちらっとありますか？徳さんのご近所ラジオ出させてもらいまして、福祉がテーマということなんですけど、本当に多文化共生と同じだなっていうのを改めて分かりました。福祉、英語で言うとウェルビーイングとかいう言葉もあるんですけれど、つまり障害を持った方々も高齢者も健常者も外国人もみんなが住民として豊かにウェルビーイングで、暮らせる社会っていうことですね。それが多文化共生ですし、でご近所ラジオの、ご近所っていう言葉、これ栗林さんもよくね、お隣さんっていう言葉では、おせっかいとかお隣さんって言うんですけれど、結局外国の方々、住民のトラブルとか困ってることっていうのは、ご近所さんとかお隣さんに聞けばおせっかいしてちょっと困ってるから大丈夫とか言って、ゴミの出し方だけどこうしたらいいよってちょっと教えてくれるだけでね、解決するんですよね。なんかそういうね、お互い様でなんかご近所で助け合いながら豊かに暮らせる廿日市市っていうのがね、これから目指したらいいのかなとは今回ラジオにして感じました。そうですね。はい。縁台というかね、縁側でですね。縁側ですね。大事です。入管の広島の入管局長が大変褒めてくれたんです。栗林さんがね、縁側っていうことでですね、縁側に座りながらお話しながら、そうです。人々が井戸端会議だってね。はい。ありがとうございます。はい。今日はね、本当にいろいろなお話を聞かせていただきました。栗林さん、羽熊さん、どうもありがとうございました。次回の放送は、4月の9日、この時間になりますけれども、今度はね、防災についてお話を、聞いていきたいと思います。はい。徳さんのご近所ラジオ。皆さんの生活を支える訪問介護事業所スマイルチーズの提供でお送りいたしました。パーソナリティは徳さんこと徳正浩二でした。皆さんありがとうございました。